はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今回はサマースノー。サマースノーっていう品種はもともとつるバラで、こいつがサマースノーなんですけれども、枝代わりで四季咲きになったフロリバンダのサマースノーっていうのもありますけれども、これは大元のつるの方のサマースノーですね。アーチへの誘引をやってみたいと思います。ちなみにこの株、例のごとく夏にフル枝をもう全部整理してますので、かなり枝数は減ってます。なもんで誘引は結構早く終わるかなとは思いますが、ご参考にしてください。それではまず祝えてある紐を全部取って枝を完全にフリーにします。はい、枝が完全にフリーになったら、次は下から足元の方から株元の方から祝えていきます。アーチの大きさに対して株が相当大きくなってしまってますので、サマースノーはこんな感じで枝をフリーにしてても結構咲くんですね。極端に言うとそのまんまにしてても春は山のように花がつきます。ですが、この環境的にはこのアーチなりに花を咲かせたいので、枝数はかなり減らしてちょんちょん切りも踏まえながら、できるだけあんまりぶわっと大きくなりすぎないような咲き方にするような誘引をしたいと思います。太いシュートが伸びてるんですけども、こういうシュート、下の方で横に寝かしてやって下で咲かせるようにします。この枝はここへいきますね。だからもう必要以上の枝はこうやってもう切ってしまいます。この枝は古枝で、途中からこういういいのが出てますし、上の方からも出てるんで、一応残した状態でここから上に誘引することを考えます。この枝とこの枝が古いんですが、かなり上の方でいいのが出てるんで、新しい枝で下の方にある若い枝についてはできるだけ下の方で横に寝かして切るという形になります。この枝なんですが、このアーチ全体からするともう必要以上に枝数が多いので、これ取ってしまいます。一番外側に出てるし、使いづらいというのもありますので、この枝で、2年前の枝ですね。よいしょ。上に行くのは、こことここに、動画ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、ちょうどいい感じの鉛筆ぐらいの太さのね、若い枝が、今年出た枝が上の方で、ここから上で結構ありますので、こいつももういいかなという感じではあるんですが、これもちょっとここにいいのがあるんで、ちょっと残した状態で後で考えるようにします。先にこっちの枝を祝えようかなと思います。全体からいくと、この枝は比較的新しいんですね。こっちとこっちがさらに古い枝になりますので、できればこれに更新してもいいかなとは思うんですが、はい、ちょっと後で考えようということで少し置いときます。その前にここに若いのがありますので、この枝をこれも横に寝かして、切ってしまいますので、そんなに長くは必要ありません。あそこへ行ってもう切ってしまいますんでね、作業しやすいレベルに切ってこうきますから。順番的にはこれが一番下ですね。で、その次にこれもありますね。これはこっちへ来てこう誘引しようと思います。
さあ次に若い枝はこれですね。これをこの辺に行きましょうか。で向こうに枝が出てるんでこれですね。これが枝の方向的にはこっちなんですけども、こういってこう行きましょうかね。でこの辺の枝があるのでそれもあるし、でこっちにもあるんであんまり上に行かなくてもこの辺で大丈夫ですね。よく参考書類でね、こういう誘引をするときに蛇踊りのように S 字でこう行ってこう行ってこういうふうに誘引しなさいって書いてある参考書籍とかあるんですけれども、僕も実際に、昔そういうやり方をやってたんですが、よく見ると全然咲かないんですね。やっぱり上の方しか咲かないという現実があります。なもんで長い枝をずるずると上までね、蛇踊りで誘引してもあんま意味ないんで切ります。行って切る、こう行って切る。そうするとここから伸びて咲きますんでね。夏の間に太いシュートが出たらそれを一回ピンチして枝分かれさせてちょっと細めの枝をたくさんあげるっていうやり方が特にこのアーチの場合は有効ですね。だから夏の間の手入れほったらかしておくんじゃなくて、やっぱりちょっとそういうピンチをシュートピンチをするとか古枝を切るとか、そういう夏の手入れをアーチの場合は特にされた方がより春の花を下から上まで咲かせることが可能になりますね。でこれなんかはもう遅くに出た枝ですね。なんであまり長くなってないんですけれども、少しは咲きそうなんでここで祝いといてやります。こんな感じですね。ここにいい枝がありますんでね、これもこっちへ行ったきりにしたいと思いますから、これはやっぱりこっちですね。こっちの枝、これで、やっぱこれがどうももう戦力外通告になりそうな感じではありますが、もうちょっと残しておきます。順番としてはこうですね。これがちょっと向こうへ湾曲しているんですけど、できればこっちへ引っ張ります。でちょっと力をかけたいときは白縄二重にしてやると簡単に紐で引っ張ることが可能になります。あんまり無理するとね折れますから、そこはちょっと気をつけて、こんな感じでギュッとこう引っ張ってやれば寄ってきます。はい、メインでいい枝はこれなんで、この辺ですね。フェンスでもアーチでもそうなんですけれども、オベリスクとかもそうですね。誘引する際には枝ができるだけ交差しないように気をつけて誘引した方がいいですね。参考図書とか専門家の方で編み込むように誘引しましょうって言われている方も確かにいらっしゃいますが、編み込むようにすると、例えば枝がこうこういうふうに、交差するとするじゃないですか。枝がこう交差してると、この交差点のところから出る枝が固まるんですね。で交差しててこのひし形のところが残ります。ここは全然枝がここから上がってくるだけなんで、枝の塊と空間っていうのがどうしてもできてしまうので、翌年枝外すのも大変ですし、均一になかなかこう枝が出てくれないっていうデメリットがありますので、できるだけ枝は交差しないようにした方がいいです。葉っぱがない時はね、
枝だけにしてきれいに交差して誘引するとこう芸術的にきれいに誘引できたっていう風に見えるんですけども、実際春花が咲いてくる、枝が上がってくると大変見苦しいまではいかないですけども、あまりいい状態じゃないと思います。すごい枝が、上の方はやっぱりよく日が当たるんでね、枝が多いですね。とりあえず細かい枝を外してバランスよく、どれぐらい枝があればいいか見ながら枝を透かしていきますね。これは使うかな。よいしょ。あんまりね、たくさん細かい枝残してると、春咲くのはいいんですけども、もうごってり咲きすぎて山のようになってしまうという状態で、アーチとしてはあんまり良くないかなと思いますので、ある程度枝数を少なくするということは必要ですね。であとはそれを春どっさり咲いた後そのまんましとくと、もう必ず肌煮がわーっと湧いてくるんで、ある程度こう風が通るようにするっていうのは必要ですね。こういう感じで枝がね、こうたくさん、このような感じで上からちょっともう少し切ったんですけども、枝が、たくさんある場合ですね。でアーチがこちら側です。こちら側のアーチに誘引するんですけれども、反対側ね、こっち向きに出てる枝をできるだけ取るということになるんですけども、切り方を見ていただいたらこういうふうに枝が出てるんですけども、こっち向き反対向きにざーっとこう塊で枝がこう出てるんですね。でそれ以外にもこっちにもいっぱい枝がこうあるので、必要以上ですよね。だから、ちょっとずつ切っていくという感じで、とりあえずここ分かりますかね、こう出てる枝のここで切る。よいしょ。切ってからこういう細い枝は、ここでとりあえず切って少し一目ぐらい残しといてもいいですけどね。だからこの枝もやっぱりもう両方にねいいのがあるんで、これもいいやろうということでですね、ここで切ると。それからこっちの枝もここがねちょっと逆光で分かりにくいかもしれないですけども、これとここもいいのがあるんで、この枝を取ります。おっとない。よいしょ。はい、取りました。こんな感じで、あとちょっと少し枝を残して、目を見ながら少し残して、こういうのは根元からいってしまうと、これぐらいすっきりさせると、あと祝いながら切っていったらいいと思いますね。冷ますのはね、トゲがほとんどないんで、
こういう作業すごくやりやすいですよね。枝の中に入り込んでわさわさ思い切って葉っぱ取りでもできるんで、作業早くできますね。トゲ引っかかって大変な品種はね、本当にイライラしますけれども、サマースノーはもうツルッツルでね、やりやすいです。このサマースノーの枝代わりで、春がすみっていう品種があります。ブラッシュピンクの花が咲くんですね。1950年代にうちの会社から、当時伊丹バラ園と言ってたんですけども、枝代わりで出て、もう60年以上前、70年ぐらい前ですよね。で、世界的にこのサマースノーのピンクバージョンは春がすみっていう名前で流通してます。で、このサマースノーの木立製品種っていうのが、元はこのサマースノーはつるバラなんですけども、このサマースノーから四季咲きの枝代わり突然変異種ですねが確実園本園さんで、90年代入ってからですかね、出て、でそれはねスプリングパルっていう名前で今流通してますね。でそこがどうも流通させてるところがどこなんかわかんないですけど、ややこしくなってて、ツルスプリングパルとかねいう名前で、流通してるのを見たこともあるんですけども、ツルスプリングパルっていうことはサマースノーの枝代わりで四季咲きになったサマースノーの枝代わりのスプリングパルがまたツルになったよっていう話なんですかね。でそれはちょっと変やなと思うんで、話を整理すると、サマースノーの枝代わりが春がすみで、サマースノーの枝代わりの四季咲きが、木立のフロリバンダサマースノーで、フロリバンダのサマースノーの枝代わりピンクバージョンがスプリングパルと。説明しててもややこしいですね。サマースノーシリーズ、4種類それぞれ白と、ピンクでつると木立があるよっていうふうに覚えていただいたらと思います。もともとつるだったんが四季咲きになった品種っていうのはあんまりないですよね。僕はこれしか、サマースノーしか知らないですね。すごくシュートもよく伸びて、トゲもなくって枝は素直でツルツルで、非常に優秀なつるバラですね。花はたくさん咲くし、よいしょ。だいたいこっち側の、大きい主幹というんですかね、この2本の枝は葉っぱ取って枝も整理して、もうこれだけあれば枝十分かなというレベルにはなったんですが、こっちの枝がちょっとやっぱこっちよりも新しいんでね、こっちの枝の方が新しいんで、この新しい枝、これが出てるところがこっちよりも若干低い位置から出てるということもあるんで、少しこれも生かしてやろうかという感じで、向こう向きに出てるこの枝は外しておきます。まだちょっとこっちへ行く枝とは思ったんですが、あれを使うんで、これも一段この枝をやめて、で向こうの枝を、これを生かすようにしようかなと思いますね。誘引する際はフェンスであってもアーチであってもオベリスクであっても、基本的にはバランスよく下から上の方まで今年出た枝ですね。新しい枝をバランスよく配置してやればバランスよく咲いてくれるということになります。ポイントは新しい枝を見極めるということと、どの枝、新しい枝に花が咲きますんで、どの枝が新しい枝で、どういうふうに咲くかということと、で均等に枝を配置していくと
いうこの2点ですね。で、品種によって例えばこのサマースノーなんかは下垂れさせることができる品種なんですね。おおむね中輪系の品種、ちょっとちっちゃめの花がたくさん咲く品種ですねに多いんですけれども、ほっとくとこうやって枝がビャーってしだだれてるっていうような状態になるやつは下垂れ、水平よりも下向きに枝が下向きになっても花をつけるという品種ですね。で、逆に大輪系の品種で、枝が、ほっといても枝が縦に伸びるような品種っていうのは、まず水平よりも下にすると枝上がってきても花がほとんど咲かないというような状態によくなります。ですので、その品種の性格をちょっと見極めるっていう必要性はありますけれども、はい、これで当初予定していた2本の枝誘引が完了ですね。ちょこっとこの辺が少し寂しいかもしれないなという感じなんで、残りの枝をこっちへ押っつけてみたいと思います。下の方はね、ちょんちょん切りして、これがこんな感じで持ってきますから、あんまりこっちで咲かない方がいいんで、短く、少し枝を残して短くしておきます。このね、上にビヤーっと出てる枝を折り返してギュッと下へ持っていこうかなと思ってるんですけどね。でもそこが少し寂しいんで、この2本はそこへ行ってこいつをぐっと下げてやろうかと思います。とはほとんど戦力にならないんで、ちょんちょん切りにして少し花芽が上がってくれればいいかなという感じですね。よいしょ。で、こんな感じ。結局ね、この枝は先に誘引した枝とクロスすることになりますんで、このクロスした場所には枝が固まって出てくるということになりますんで、できるだけ枝が出てこない古い枝の上をクロスさせると。ここですね。ギュッと枝をこっちへ持っていきます。でね、肩で取り押さえといて、二重のくくりでよいしょっと。よいしょよいしょ。あんまりやりすぎるとペキッと折れますからね。そこはだまし。よし、戻ったら OK。 いい感じですね。これ大胆に逆さまに、よいしょ。
完了。サマースノーの誘引が終わりました。下の方というか縦の面は、横に寝かすように枝を遊ばしてる枝も、あります。で上の方については、均等に枝を配置するという感じですね。てっぺんの方はもう自然とこう水平になってますんでね、枝を均等に配置するだけで OK です。